霊峰富士山。普段は美しく穏やかな表情を見せる富士山ですが、何度も噴火を繰り返す荒々しい火山の顔も持っています。古より人々はこの荒々しくも美しい山を神の山として崇拝してきました。はじめは妖拝の対象であったこの富士山も、平安後期から修験者らによって統廃されるようになり、富士登山への道が開かれました。そして時代は下り江戸時代、富士山は富士講の普及から庶民に統廃されるようになり、富士登山は一大ブームを巻き起こすのでした。今回、江戸時代最も親しまれ、今なお歴史の遺構を残す吉田口登山道を登ります。おはようございます。ここは富士山駅近くにある金鳥居、標高801メートルです。古来より富士山は聖域とされていました。ここ金鳥居は俗世と神域の境界を示しています。金鳥居をくぐったこの場所は忍町です。かつて江戸の旅人はこの町の忍の家と呼ばれる宿坊に泊まり、レクチャーを受けてから富士登山に挑みました。さあ、ここから浅間神社を目指していきましょう。この忍町、かつての名残を今でも残しています。ここは北口本宮富士浅間神社。樹齢300年以上の立派な杉が立ち並んでいます。富士山は世界遺産として知られていますが、細かい分類は世界文化遺産です。富士山は元来信仰の対象とされており、この北口本宮富士浅間神社の他に富士信仰に関わるさまざまな遺構が残されています。ひときわ立派な杉が樹齢1000年を超えるそうです。ここは登山鳥居です。ここより古来から登られている吉田口登山道に入ります。はい、ここは中野茶屋です。江戸の旅人もここで休憩を取っていたのでしょう。馬返しに到着しました。ここが富士山の0合目にあたります。ここが馬返しです。ここは標高1450メートル。かつてここまでは馬に乗ってくることができましたが、ここから先は自分の足で登らなければなりませんでした。
川返しの鳥居の両脇には猿の像がありますが、猿は富士山の使いとされています。ここは1合目鈴原社にたどり着きました。大日如来が祀られていたんですが、今ではご神体は別の場所に移されたそうです。神社なのに仏様が祀られていましたが、昔の日本人は細かいことは気にしていなかったんでしょう。ここは2合目御室浅間神社です。現在はこの朽ち果てた拝殿のみが残っています。江戸時代までは富士山は女人禁制とされており、女性はここまでしか登ることができませんでした。ちなみにここは武田信玄さんも崇拝していたようです。この幅広い階段なかなかきついですね。どうやら3本目に着きました。見晴らし茶屋だそうです。ここは中敷堂といって江戸の庶民がお昼を食べたところです。そしてここの眺めはなかなか素晴らしい。ここは4合目大黒小屋跡だそうです。ここは4号5尺御在師浅間神社と井上小屋跡が並んでいます。御在師とはあそこにある石のことで、神様が宿る石ということです。5合目に着きました。ここは中宮跡です。昔はここで入山料を徴収した模様です。スタートはここ北口本宮富士浅間神社、ずっと登ってきまして、
今やっとここ5合目に到着しました。タバコ屋さんの後ですね。昔はここにタバコ屋さんがあったそうです。これが5合目の不動小屋跡です。5合目って結構やっぱり小屋がいっぱいあったんですね。ちょっとかっこいい名前ですね。ここでもう一度トレイルに入る模様です。はい、ここが5合目里小屋です。ここは富士山で唯一の通年営業の山小屋で、標高が2230メートルあります。ここからの眺めは素晴らしいですね。ここは6合目青函荘です。ここには天体望遠鏡3台が置いてある素敵な山小屋だそうです。5合目の里小屋からすぐのところにあります。歩いて1分もかかりません。ここは5号5尺京ヶ岳だそうです。なんか古いお堂が建てられています。いやー、すごい見晴らしがいいな。森林限界を超えたみたいですね。いやー、山中湖が綺麗に見えますね。いやー、風も気持ちいいわ。あー、最高。ここで富士山の保全協力金を支払いましょう。お願いします。 We are checking your temperature. いやー、大きい馬だな。小屋が出てきたけど閉まってますね。もうすぐそこに見えるんですけどね。標高差が1000メートル以上あるはずです。同じ景色なのかなと思ってたけど、登るにつれて景色が良くなってくる。だんだん
そうです。足元に気をつけて登らなきゃいけないですね。名古屋に到着です。いやー、登りごたえのありそうな岩場ですね。はい、すぐ次の小屋到着です。日の出館さんです。ドリンクも400円でそんな高くないですね。これならわざわざ重いもの下から持ってくる必要ない。ここは7合目ともえ館さんです。全館個室すごいですね。じゃあ釜岩館です。藤井市館2800メートルです。ということは残り1000メートル切りました。2900メートルです。本7合目に当たるそうです。東洋館、おしゃれな建物ですね。山中湖と河口湖両方きれいに見えます。感じの階段来た。はあ、8合目大使館です。到着です。いやー、まだ先は長いのかな。
8合目海抜3250メートル、あと500メートルか。ご神体は鏡ですね。富士山ホテル第一に到着しました。こんにちは。山頂 1.3 キロ。巴館。足浜大社境内はここからですか。もう8合目胸付き。残り 1.2 キロ50分。8号5尺ご来光館ですね。いや、こんな高いところまで来るの初めてだわ。なんとか9合目だ。しんど。それにしてもいい景色だ。鳥居が見えました。もう少しです。いやー、なんとか着きました。ここまでしんどかった。富士山頂上浅間大社奥宮です。8マイルに出発です。
津半島や伊豆大島、すごい綺麗です。いや、それにしてもかなりしんどい。何もコメントできねえわ。頂上宣言大社宇都宮。日本最高峰富士ヶ峰到着。きつい。死んでしまう。あとは下りも絶対しんどいよこれ。なんだかんだであと下るだけだからね。下りも長いけどなんとかしていきましょう。それではここから吉田口の受山道を降りていきたいと思います。上りと下りが違うんでね、さっさと降りちゃいます。長い。いや、これは降りやすいですね。で、この先分岐になってます。吉田ルートなんで左ですね。右行っちゃうと須走口に出ちゃいます。だいぶ戻ってきました。まもなく吉田口との分岐があると思います。吉田口13キロ、まだまだ結構ありますね。もう見覚えのある風景が。
そこ行ってきたんだな。ガチで疲れたわ。なんとか里小屋にたどり着きました。熊谷市に戻ってきました。ようやく浅間神社に戻ってきました。しびれたな今日の登山は。しかし日暮らしの鳴いてる神社っていいっすね。人いないし。今回はね、富士登山って言ってもね、江戸時代の人が歩いてたコースと同じコースを歩きました。で思ったのがね、すんごい距離が長くてね、すごい疲れました。いやー、やっぱり昔の人丈夫だわ。整備した道歩いててヘロヘロになって帰ってくるわけじゃないですか。で当時の人わらじとかで登ってて、ね、リュックとかもなかったわけですからね。いやー、まあでも楽しかったっすよね。江戸の人が熱中するのも分かるぐらい楽しかったですね。本当はですね、スタート地点と同じところをねゴールにするのがいいんですけどね、お風呂入っていきたいんで、この近くのねお風呂にお邪魔しようと思います。それではこれからお風呂に入って帰ります。ここまでご視聴ありがとうございました。